ご期待申し上げます。この大学としっかり対象を組んで、ワクチン接種を進めていただきます。ここまで申し上げましたような形で、マイナンバーやカードの利用が重視すれば、カードの普及につながり、それが行政サービスの向上、迅速化、効率化を後押しする、そのことによって、カードのさらなる普及につながるということです。憲法としてそうしたものを本国会に提出をすることに対しています。こうしたことによって現在の普及率約 25% でありますが、令和4年度末にはほぼ全国民に行き渡ることを目指しています。ここまで申し上げましたような形で、マイナンバーやカードの利用が重視すれば、カードの普及につながり、それが行政サービスの向上、迅速化、効率化を後押しする、そのことによって、カードのさらなる普及につながるということが期待です。スマートフォンへの機能の搭載、健康検証や運転免許証との一体化、こうしたものを進めたいと思います。さらに預金口座にもちろん足を出さないまでいただきます。どうぞ。おいしい。ご期待申し上げます。この大学としっかり対象を組んで、ワクチン接種を進めていただきます。ここまで申し上げましたような形で、マイナンバー2050年度に工程量が同時に明らかにされています。今回この重要分野のうちでも自動車蓄電池、右下にありますところになります。世界の、主要国は自動車の電動化、つまり電気自動車 EV、プラグインやこういった発電地の基準を完璧に高めています。こうした長期の中、グリーン成長戦略では、遅くとも2030年から半ばまでに乗用車新車販売電動化 100%、電動車 100% の実現を目指すと、この競技でも当然ですけれども、充電時間は3分、かつ電池はほとんど浮かせず、有機的に使うこともできる、そんな研究もされています。しかし、インフラ設置コストが非常に高くて、現状では全国の充電量が不適切であります。おでんってやってはるところ結構多いと思うんですけど、はい、クジラのコロ入れてるところって結構少ないんですよね。そうやね、売ってるところも少ないし、手間やしね。で値段がある程度高なるから、立ち飲みで出してもどうなんやろっていうのがね。そんな量出ないんですかね。だからまあ珍しいからね、昔食べたから思って、年配の方がね食べられるぐらいで、その値段に見合う美味しさかって言うたらそれは果てなんだね。ちなみにクジラは280円なんですね。はい。ああ、なるほど。確かに普通のおでん一品に比べたら高いかもしれないけど、もともとクジラ高いですもんね。だからまあコロをね280円出してるのに、コロだけで見たらね、はい、それ安いんやろうけども、まあ立ち飲みのあてで、だからまあある時ない時あります。ああ、今日あってよかったです。食べる人はね、大体限られていつも。ちなみにこの大瓶はいくらなんですかね。大瓶440円です。440円。はい。これはもう書いてるのももう全部税込みになるんですよね。そうですそうです。ありがたいです。ちなみに生はね、ジョッキ500のジョッキでね、はい、350円です。おお、300円台ってありがたいですね。コロなんか一回水に一晩戻して、それからまた味付けて炊いて。ああ、そうなんですね。じゃあ他のやつでちょっとコロの方が手間かかる感じ。手間はもうコロが一番ね。で筋とね、筋もやっぱり生の筋こうて炊いて切って刺すからね。刺さってるのこうできたらやっぱ味がね、いまいちいいことないっていう。そうですね、なんかタコつくしね。こうてきてもやっぱり筋も種類あってね、安もこうてきたらやっぱ美味しいないですよ。やっぱり高いのこうてきたらね、そこそこの単価になってまうのにあんまり儲からへんね。そうやって自分で手間かけようってことですか。かけても儲からへん。やっぱりどうしてそんな目道のあれやし。はい。そうなんですね。いやでもやっぱりね、結局美味しなかったら出なかったらもったいないですもんね。そうやね。
もう天ぷらとかね、もう水田やったら仕方なしにね、はいスーパーのベトナム買うてくるんだけど、はい昔は天ぷら揚げてるとこもちくわ揚げてるとこもあったからね。あで豆腐はね、いろいろもともとね、上新庄の豆腐屋さんやったけど、そのおじいちゃんやめて、で水田もずっと買うてたとこもおじいちゃんやめて、あ、はい。で一時ね、美味しいのがないから、ん片山まで行ったらあんねんけど、毎日買いに来るの面倒くさいし、はで下新庄に一軒美味しいとこあったから、あそうなんですかそこで豆腐揚げ、そのヒロースとかね、い。わ買うてくるんやけどね。あ、いいですね。その辺のスーパーで買うてこんとっていうのがめっちゃいい単価のですね。安い業務スーパーのそんなもん買うてきたらね、炊いても美味しいないですわ。確かに安いですけどね。いや、それやったら美味しいないね、味が。そう聞いたらなんかおでんがすごいやっぱり食べたなりますね。一個一個ちゃんと。そんなこだわってもんだわけだいやいやその自分なりにね、できたらまあちょっとでも美味しいものの方がいいやろ。いやいやいや。買い物行くのに何軒か回らなあかん。そうですよね何軒か回らなあきませんね。そうですよね。それだけの労力をかけて作ってはるおでんやったらめちゃめちゃ貴重ですよね。味のよう旬でないのあるけど、揚げとかヒルスとか、はい。大根とかはもう結構旬でますけどね。まあ、とりあえずちょっと後でコロ行きたいんですけども、はいコロもうちょっと待った方がいいですか。衣はもともと味付けてるからもうぬくもったらいけるんですよ。いけますずっと入れるとあんまり柔らかなって美味しないから。ああ、なるほど。で、さっと入れるような感じです。でヒロースとコロをもらいたいんですけども、はい圧倒的な自然の前で打ち破かれなかったっていうのがすごいですよね、ヨーロッパの方式って。ありがとうございます。ねえ、入ってみるのか。はい、ありがとうございます。こうしてみたらいいんだろうって。ありがとうございます。うわ貴重な。貴重なことないですよ。いやいやいや売ってるのは売ってるんですよ。いやいやいや今スーパーでね、衣。そうやって手間かけたってお話聞かせてもらったら余計ね、ありがたくいただけます。知らん人も多いしね、あの頃。そうですよね。うん。今時の人は多分知らない人の方が多いんちゃいます、そんな。だろうね、僕らはね、もう60超えてるから子供の頃にね、家のおでんに衣結構入っとったけどね。ああ。多分食べたことないっていう人も結構いるんちゃいますかね、そうで今。で、一回食べてみるけど、食べて、なんや、スポンジみたいに言われて。そんなうまいもんではないけど。まあ、昔食べたことある人は懐かしいから食べてみようかなと思うぐらいでね。ああ。いや、僕もそのクジラのコロ言うたら、その知ってはいるんですけども、多分食べるの今日が初めてかもしれない。あ、そうなんですか。はい。うちら自分でやって昔からずっとおじいさんの代ぐらいやってるけど角打ちいう言葉は僕最近になって知ったんですよ。酒の立ち飲みというイメージしかのうてね、お客さんがね、はいそう言わはるからね、はいああそうなんや、うちの角打ちみたいなもんやな。いや、もうそうです。みたいなもんというかもうそうなんですよ。だから昔は多分関西で言うてなかったと思うんでね、す。ね、酒屋の立ち飲み自体がね、もともとはね、はい。多分僕のイメージの中では酒屋がやってるもんやったと思うんですよ。そうです、そうです。本来はね。はいで、バブルがはじけてね、はい飲み屋さんがみんな暇になってきてね、はい。で、スナックも赤になってきて、居酒屋も暇になってきたから、はい。立ち飲みという名前で酒屋じゃないけど、うんちょっと安価にして、はい。リーズナブルにうんうん。提供するいうのが出てきて、はいはい酒屋じゃない立ち飲みのがちょうどバブルがはじけたぐらいからポツポツ出てきたようなイメージなんですけどね。だかああ、でもそうですよね。うん。ら本来立ち飲みってもう酒屋がやってたもんやから立ち飲みっていう言葉自体が僕らのイメージとして角打ちのイメージなんだけどね、だから最近ではそう酒屋じゃないとこがやりだしたから、うん。だからその区別をつけるために、角打ち言うんかもわからんでしょうね。今僕63で27歳昭和57、8年ぐらいから手伝い出して、はい。その頃言ったらもう5時になったらもういっぱいでしたもん。もう25、6人入るんですよ。この店に。ここにですか？ここに。で僕もここ立ってレジやってるだけで、もうビールもなんかお客さんみんなもうここまでお客さんおるから、動かれへん。取ってもろて、もう線抜いてつけて、はい金もらうだけみたいな。もうここにずっと立ちっぱなし。ここに立ってレジだけ触ってて、ボロ儲けやね、あんな。すごいですねその頃はね。毎日がそんなんですけどね。それ今から何年ぐらい前ですか昭和59年、60年ぐらいですかね。？30年以上前ですね。そううんはあ冷めてもあれなんでいただきます。はいはい。うん。このヒロスもその言ってたお豆腐屋さん父さんですよ豆腐屋さんのやつねで。すスーパーじゃなくて、はい。うまいです今まね。で買うてた豆腐屋では広さあっても買うて入れたことないけど、ここのはね、まあまあ美味しい。美味しいですね。すごいふわっとしてます。で買いに行ったら豆乳も置いてあってね。はい。で買いに行ったら必ず豆乳飲むんですよ。
美味しいうん豆乳。豆腐屋さんってねちょっと飲めたりしますよね。そうですうんだからそういう豆腐屋さんもね減ってきて、うんもう後継ぎないからもうそのおっちゃんおばちゃんが辞めはったらもうなくなっていくだけしかなそういうの多いですよねやっぱり。残っててほしいけどやっぱりそうは言ってもねつく人おらんかったらどうしようもないですもんね。何儲かるもんでもないで朝早い、寒いし冷たいし、ね大変ですよね豆腐屋さんなんかね。おじいさんの後手伝い出してこの店ちょっと改装したのが昭和59年頃でね、はいその頃若いから何も考えないとこれ水なんですよ。はい。なんか言ったらお湯出るけどね、あここ水しか出ないんですか。水しか出ないんですよ。ほんなら冬ね冷たいですよ。冷たいですよね。まあおじいさんのやってた時はここに水もなかったんですよ表。あへほんでねえ。はい。昔の人間やからね、そんなもん汚いことあれへんって人が飲んだ後でも洗いたかったら自分で洗ってこいもうそれで家やったらこれで勝手に飲んどけってそれはもう味があっていいですけどね。お客さんが勝手にコップ持ってって表でコップ自分で洗って持って入ってきてこれで飲んだはったわ。いいなそういう店僕はすごい好きです。だって今そんな店逆にないじゃないですか。それは俺ら何も家のもんでも美味しいに飲みとってそんなあかんで思っとったのねだから逆にないからそういうのが面白いなと思って今あったら僕行きたいですそんな店。殺されますもうその頃ね俺まだ若いでしょでまだその27歳ぐらいで手伝い出したのがね、はいおじいさんがまだ80なので現役やったんですよ。はいお手伝い出してね、はい俺何言ってたもんおじいが焼き鳥かなんかいつもねはい商店街の焼き鳥屋に配達させてそれ売りよんねんけど、はいもう売れ残るでしょ。はいほんで何日か経ってやっぱりもう劣化しますやん。はいはいはいほんでねそれでもおじいさんはね「こんなもん大丈夫や」言うてねでこう七輪置いてんねん、はいそこにのして焼いてねおでー自分が食べよんねん俺が食うて大丈夫やから大丈夫やうわでお客さんの間ではもうみんな合図して「もうあかんねんこれちょっとやめといた方がいいね分かってるみんな知ってるんですね。すいませんこれちょっとなくなったんでちょっと生もらっていいですか。はい生はピルスナーとジョッキがね350円で、はいこれが260円です。ジョッキでお願いします。もうピルスナーぐらいやったらなんか飲んだ気しないんでちょっとジョッキではいお願いします。釣りたい魚によって使い分けます。この魚にはこの餌がいいっていうのは誰から教わったんですか？人生初頃いきます。ほらあとはい。 A gente vai aprendendo também com a natureza, né? ああなるほど。 Observando e aprende mesmo. すごいふわっとして柔らかいですね。だから小さいクジラなんですよ今売ってんのもこれがはいね、はいでも俺は子供の頃食べてたのねはい。多分白ナガスとかねあクジラ自身が大きかったから、はいはいこの部位が今多分こんなんねミンククジラとかねどうかしたらイルカぐらいのだから個体差が小さいから外の皮の厚さはこの幅しかないでしょ。全然違うんです僕らか。の頃はもうこの本ぐらいありましたよ。えだからこれもそうやけどこれ先っぽの方ちょっとコリコリっとしてるんですよ、はいで皮のついてる方が柔らかいんです、はい。でその時おじいさんが85歳僕が27歳へえ。85までじゃあもう一人やってはったんですか。そうですねやってましたよ。だからはもう最後の方はもうあんまり配達ね、はいだから行けるとこは、はいまだあの頃問屋さんも親しいから、はいちょっとお前そこ行っといてあ。はい言うて。うん、でも80ぐらいまでね自転車の運搬車で自転車の後ろ積んでね、はい自転車にビール1ケースぐらい積んで配達してましたよ。あすごいですね。めちゃめちゃ元気でです夕ね。方立ち飲みやってね、はいみんなと酒飲むのがねおじいさん楽しみでね、ああ自分も楽しくてやってたんですね。そうですそうです。ああへえ。もともとはねおばあさんが商売人でおばあさんがおじいさんはサラリーマンやったらしい。定年になってから酒飲みやからはい。おばあさんがやった酒屋で自分たち飲みやるのも楽しみみたいなね。ああなるほど。へえ。乾きもんしかねはい。出来合いのもんしか当時はそうか。はい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 。おじさんやってもそうやったんです。じゃあ僕やってしばらくしてからだんだんお客さんがまあその頃まだ若いしね、はい来る人年配の人ばっかりでしょ。ああみんな年上ばっかりですよね。それも27ぐらい28で手伝いしてるから来はる人おっちゃんばっかり。ねえ。みんな先輩ばっかりですね。こんなん作れあんなん作れあんなんこうやってこうやって言うあそれでこんないい感じのメニュー出来上がったんですか。だんだんね。あほんで今気ぃ付いたらねあはい。僕より後輩来るの少ないよ。もうじゃあ先輩もう少なったよ。ああ逆に。うんへえ。最初やり始めた頃このおっちゃんがおれへんようになったらもう立ち飲みなんてどないなんのかな思っとってまだあの頃ディスカウントもないからねあでどんどん酒屋がね
リカーショップとかいう名前でね、はいはいはい小綺麗にね、うんこじゃれた感じでね、ありますよねしていってた時代でね、うんまあもううちもこんなもん立ち飲みやってこんなおっさん相手するよりも早いこと綺麗な店にして思うて思いつつ、まあ地元のおっちゃん相手にずっとやっとって、そのうち変わってきてね、はいこっちの方が面白いね。うんいや絶対こっちの方が価値ありますよそんなん言うてたおっちゃんもまだ70、80近いおっちゃんでも、はい定年になっても近い人はタクシー乗って来はる人おんで。ああすごいですねタクシー乗ってくるんですねたまにな。すごいなやっぱ楽しいからね来はるんでしょうねねうん優しいここにね、もう真っ黒けで見えへんけどね、これがね、最初の昭和12年のね、酒の免許。映るかね、その頃のはね、うわあすごいここに夜勤をしたんだけど、もうだいぶ薄れててね、すごいですねもうどう撮ったら映るか映らんか。あでもちょっと見えますね確かにすごいめちゃめちゃ年季入ってますね木の芽がまたすごいいい感じですねこれがこれがね、読めないんですけどあのね、何年って書いてますか年はね、ここの裏にしか書いてないんですけどね、これ三島郡吹田町なんですよ。だから今の住所と全然、三島郡なんですねここはね、で今やったら大阪府吹田市になるんですね、東大部町やけどね、その当時、三島郡吹田町4978ですか、これ。全く違う住所なんですかで、大阪醤油もね、免許がいったみたいでね、酒醤油同業組合員で、おじいさんの名前で、ここに免許登録の夜勤が押したわけ。すごいめっちゃレアですねこれこれ何年のやつなんですかこれはね、昭和10、ここに書いてるのはね、昭和12年って書いてあるんですけどね。おじさんが昭和12そうそう年始めはったに免許を最初に取った時がそのぐらいやって言って聞いてんだけどね。川を利用してこの辺にこうさらし工場っていうかね、そういうのがいっぱいあって、その今日本触媒で一部上場の会社でそこにも大きなさらし工場がある、その会社へおじいさん勤めてたのもあって、そうなんこの地に大正時代に来たみたいな。へえめっちゃ年季入ってますよこのそろばんも後ろだって店名入ってましたね今これはなんか漏れてると思う。違うところでしたでもすごい色合いがもうすごいですもんねまあおじいさんの時から使ってるやつでね。ああそうなんだ足し算やったらね、電卓で入れるこの方が確実に早いんです。そうなんですねちなみにおいくらになりますかはい、1580円です。はいわかりました